ヘンリー8世の治世は6人の王妃の存在と不可分である。彼女たちは単なる王の私的伴侶ではなく、宗教、外交、派閥政治を媒介する実質的な政治アクターであった。婚姻は王権外交の延長線上にあり、また王妃の出自、信仰、親族関係が宮廷勢力の均衡を左右した。スペイン王室出身のキャサリン・オブ・アラゴンはローマとの連携を象徴し、アン・ブーリンは宗教改革の契機となり、ジェレンシーモアは継承問題の解決を担った。さらに晩年のキャサリン・パーは、教育政策と宗教調整の橋渡しを行った。彼女たちの存在は王の意志を映す鏡であると同時に、王権を動かす装置でもあった。本校では、6人の王妃の政治的行動とそのネットワーク構造を分析し、宮廷という閉鎖空間が国家決定の舞台となった実態を再検証する。今後も人物史を通じて歴史の真相に迫る試みを継続するため、チャンネル登録と高評価によるご支援を賜れますと幸いです。第1章、キャサリン・オブ・アラゴン、信仰と外交の均衡線。キャサリン・オブ・アラゴンは、単なるヘンリー8世の最初の妻ではなく、16世紀初頭のイングランドを国際政治の中に位置づけた外交装置であった。彼女の存在は、カトリック世界とイングランド王権を結ぶ軸であり、その婚姻は国家戦略そのものだった。スペイン王フェルナンド2世とイサベル女王の娘として育った彼女は、幼少期から教会と国家の両義的秩序の中で教育を受け、宗教と政治の均衡を理解する人物であった。1499年にアーサー王子との婚約が成立した時点で、すでに彼女はイングランド外交の象徴として扱われていた。1509年にヘンリー8世と再婚した時、キャサリンは24歳、ヘンリーは18歳。彼女は経験豊富で国際感覚に長け、宮廷儀礼と政治判断を兼ね備えた王妃として即座に影響力を持った。彼女の政治的能力を示す事例として、1513年のスコットランド侵攻時、ヘンリーがフランス遠征中に留守を預かり、摂政として国防を指揮した記録がある。キャサリンは議会と枢密院を通じて軍資金を調達し、スコットランド王ジェームズ4世の侵攻を撃退した。この行動は、イングランド王妃が単なる儀礼的存在ではなく、国家運営に実質的関与を果たしたことを示す明確な証左である。彼女の政治的影響は外交面にも及んだ。彼女はスペインとイングランドの同盟を維持するため、定期的にフェルナンド王及びオイカルロス、後の神聖ローマ皇帝カール5世と書簡を交わしていた。これらの通信は、外交情報の伝達とともに、教皇庁への意向伝達の経路としても機能していた。教皇ユリウス2世は彼女を英日同盟の守護者と呼び、実際にその外交判断はローマにも影響を与えた。つまり、彼女の地位は宗教的正当性と外交的信頼の両立を体現していたのである。しかし1520年代に入ると、キャサリンの立場は急速に変化する。ヘンリーは男子継承の欠如を理由に婚姻の無効を求め、教皇クレメンス7世に裁定を請願した。表面的には後継者問題とされたが、実際にはキャサリンの背後にあるスペイン勢力と教皇権がイングランド王権の法的独立を阻害していた。離婚請願の過程で、王は国内法による婚姻裁定を主張し、キャサリンはそれを新法に反するとして拒絶した。この対立は、宗教改革の発端であると同時に、国家主権の所在をめぐる根源的論争でもあった。興味深いのは、キャサリンが単に信仰的抵抗を示したのではなく、明確な法的理論をもって王に対抗した点である。彼女は自らの婚姻が教皇勅許に基づくものであることを強調し、これを撤回することは教会法秩序の破壊であると主張した。この論法は、彼女が単なる宗教的信者ではなく、国際法的観点を理解した政治家であったことを示している。彼女は1531年に宮廷を離れた後も、法的に静着の王妃であることを名乗り続けた。これは王の権威への挑戦ではなく、国際的法秩序を守るための自己防衛であったと考えられる。キャサリンの行動が持つ政治的意義は、彼女の死後に顕著になる。彼女の娘メアリーが王位を継いだ1553年、イングランドは再びカトリックに復帰するが、
その規定には母キャサリンの信仰的伝統と法的正当性の記憶があった。メアリーは母の生涯を国の秩序を保つための信仰の戦いとして公的に称え、その名誉を回復した。つまりキャサリンの生涯は単なる夫婦間の葛藤ではなく、国家と宗教の均衡をめぐる政治的実践だったのである。結果としてキャサリン・オブ・アラゴンは失われた王妃ではなく、国際秩序を体現した王妃として再評価されるべき存在である。彼女の信仰は個人の信念であると同時に、政治的正当性を支える制度的基盤であった。彼女が拒絶したのは王個人ではなく、法を超えて政治を動かそうとする力そのものであり、その抵抗が宗教改革という新しい時代の扉を開いたのである。第2章、アン・ブーイン、改革と権力の臨界点。アン・ブーインは宗教改革を引き起こした王妃であると同時に、宮廷政治における知的社会的転換の象徴でもあった。彼女の存在はヘンリー8世の私的情熱を超えて国家構造を変える契機となった。アンを単なる野心家として描く従来の通説は史料的再検証によって次第に修正されている。外交文書、帝信の記録、宗教書簡などを照合すると、彼女は明確な宗教的信念と政治的判断を持って行動していたことがわかる。アンは王の欲望に応じたのではなく、王を制度変革の主体に変えるための象徴装置となった。アンは青年期をフランス宮廷で過ごし、ルネサンス文化と人文主義思想の洗練された環境で教育を受けた。彼女が帰国した1520年代のイングランドは、まだカトリック的秩序の中にあり、教会法が国王の政治判断を拘束していた。アンはその秩序の限界を最も敏感に感じ取った一人であったと考えられる。彼女が持ち帰ったフランスの知的環境、聖書読解、教育改革、女性の特性論は、王妃の役割を宗教的媒介者から政治的助言者へと変える発想を内包していた。彼女の思想的背景には、エラスムスやルフェーブルらの影響が指摘されており、信仰を理性によって理解しようとする姿勢が一貫していた。アンが宮廷に登場したのは1522年頃である。当初は次女の一人に過ぎなかったが、その知識と会話術により次第に王の関心を引いた。資料によると、彼女は王の求愛を長期間拒み、婚姻の法的正当化を条件とした。これは個人的な慎みというより、宗教的法的整合性を重んじた政治的判断であった。アンが示した条件は、結果的に王権の法的自立を求める宗教改革の原理と一致する。すなわち、彼女は自らの地位の確立を通して国家の制度転換を促す役割を果たした。アンの影響の最も明確な形は、1533年の国王史上法に見られる。ヘンリーはこの法により教皇の権威から離脱し、イングランド国王を教会の最高首長とした。アンはこの法の成立過程で、改革派神学者トマス・クランバーラを宮廷に引き入れ、宗教的正当化の理論的基盤を提供した。彼女の書簡には、真の信仰とは、王の統治と神の意志が一致する場所にあるとの記述が残されており、宗教と政治を一体化する思想が早くから形成されていたことがうかがえる。この思想がヘンリーの自己正当化を支え、改革の推進力となったことは確実視されている。しかし、アンの政治的成功は同時に宮廷内の派閥対立を激化させた。旧教貴族は彼女を改革派の女王として敵視し、王権の背後で政策を操る存在として危険視した。とりわけ1535年以降、アン派の官僚とトマス・モア派の対立が激化し、宗教改革の方向性をめぐる権力闘争が表面化した。アンが男子を埋めなかったことは、こうした政治的緊張の中で王妃の正当性を脅かす要因となり、1536年、彼女は反逆罪の名のもとに裁かれた。裁判記録では、具体的証拠が乏しいにもかかわらず有罪判決が下されており、処刑の真因が政治的均衡の回復にあったことを示唆している。アンの死後、改革政策は一時的に後退するが、制度としては継続された。彼女の影響を受けた官僚学者たちは、宗教改革の法制化を進め、王権の統治理念を信仰の合理化として定義した。つまり、アンの存在は彼女の死後も制度の中に生き続けた。
彼女の娘エリザベス一世が王位に就いた時、その統治理念の基礎にあったのは、母が生涯をかけて提示した信仰の理性化と王権の自立という2つの原理だったとされている。アン・ブーリンの政治的意義を再評価する際、彼女を悲劇的犠牲者として捉えることは不十分である。彼女は王に仕えたのではなく、王を制度変革の主体に変える役割を果たした。その思想的影響は、宗教改革を感情的事件から理性の改革へと導いた。アンの短い生涯は、信仰、法王、政治が交錯する臨界点に立つ女性の存在が、いかに一国の制度構造を動かし得るかを示す証左である。彼女は愛称ではなく、改革の共同設計者であった。第3章、ジェーン・シーモア、継承と安定の政治装置。ジェーン・シーモアは、ヘンリー8世の6人の王妃の中で最も短い在位期間を持ちながら、国家構造に最大の安定効果をもたらした人物である。彼女は1536年にアン・ブーリンの処刑直後に王妃となり、翌年に男子エドワードを出産して死去した。資料の上では目立たない存在だが、その婚姻は宗教改革後の政治秩序を再均衡させる契機であり、王権、家紋、信仰の関係を再調整する転換点であった。ジェーンの立場を再構成すると、彼女は感情による慰めの王妃ではなく、制度再安定化のための装置として位置づけられる。ジェーンはウィルトシャーの名門シーモア家の出身で、家紋は古くから軍務と地方統治に携わっていた。彼女自身は王妃アン・ブーリンの次女として宮廷に仕え、王の関心を引いたのはその温和さと控えめな態度であったとされる。だが同時に、彼女の背後ではシーモア家が保守派貴族として政治的復権を企図していた。アン・ブーリンの宗教改革が急進化した結果、王の周囲では旧来の貴族層が不安を募らせており、ジェーンの登場は彼らにとって政治的均衡の回復を象徴した。ジェーンとの婚姻は、王自身が改革派から距離を置くことを示す政治的メッセージでもあった。ジェーンは王妃としての在位期間中、宗教的発言をほとんど残していない。しかし、彼女が信仰面で保守的傾向を持っていたことは複数の書簡から伺える。彼女は聖母数形や伝統的儀式の一部を宮廷で再導入するよう進言し、これにより改革派の不満を招いたという記録もある。だがこの行為は、宗教的逆行ではなく、急激な変化に揺れる国民感情の安定を意図した政治的行為と見ることができる。宗教改革の混乱期にあって、ジェーンは信仰と国家秩序の間に中間地帯を設けようとした王妃であった。政治的に注目されるのは、ジェーンが王位継承問題の解決に果たした役割である。1537年10月、彼女が男子エドワードを出産したことは、ヘンリー8世の治世における最大の政治的成果であった。男子後継者の誕生は、宗教改革による社会不安を鎮め、王権の正当性を再び確立させた。宮廷記録によると、ジェーンの出産に際して王は議会に特別感謝令を出し、国民全体に祝祭を命じた。王妃の役割が国家安定の象徴となった瞬間である。この出産をもって、シーモア家は政治的に急速に台頭し、兄エドワード・シーモアは後に摂政として国政を掌握した。すなわち、ジェーンの婚姻は単なる家庭的出来事ではなく、家紋を通じた国家運営の制度的基盤を生んだ。ジェーンが生涯で直接的に行った政治行動は少ないが、その沈黙こそが彼女の政治的戦略であったと考えられている。アン・ブーリンが思想的行動によって制度変革を導いたのに対し、ジェーンは制度の沈静化を目的とした。宮廷内の派閥対立が頂点に達していた時期にあって、彼女は発言を控え、対立する両派の融和を促す立場を保った。この無言の調整が王の信頼を高め、結果的に政策の安定化を導いた。政治において沈黙が戦略となるという現象は、16世紀の女性政治家の行動様式として注目に値する。彼女の死は出産後わずか12日で訪れたが、その後の国家運営における影響は深い。ヘンリーはジェーンを唯一真の妻として葬り、彼自身も死後同じ墓所に埋葬されることを望んだ。この象徴的決定は、ジェーンの存在が王権の安定を回復した王妃として記憶されたことを示している。実際、
彼女の死後もシーモア家は政治的中枢にとどまり、宗教改革の穏健化を進める中心勢力となった。ジェーンの出産によって生まれたエドワード6世の治世では、宗教政策が再び改革的方向へ転じるが、その制度的枠組みはジェーン時代に整えられた安定基盤の上に築かれていた。ジェーン・シーモアは他の王妃のように劇的な対立や宗教的理念を持たなかった。しかし彼女の在位はイングランド国家が急進的改革から制度的安定へと移行する節目であった。彼女の穏やかな性格は政治的無力の象徴ではなく、むしろ動乱の中での統治の朝廷モデルを提示していたと言える。王妃としての短命はその象徴性をより際立たせた。ジェーンは制度を鎮めた王妃として改革の暴力を収束させ、次世代の統治に安定を残したのである。第4章、アン・オブ・クレーブス、外交婚の失敗と中立の価値。アン・オブ・クレーブスは6人の王妃の中で最も短期間しか王妃の地位にいなかったにもかかわらず、その存在は宗教対立と外交戦略の交錯する時代を象徴している。彼女の婚姻は愛情ではなく国際政治の力学から生じた。1539年当時、ヘンリー8世はカトリック勢力スペイン・フランスとの対立を深めており、プロテスタント諸侯との連携を模索していた。アンはドイツ西部のクレーブス公国の公女であり、その兄ウィリアムは神聖ローマ帝国下で穏健な新教同盟を率いていた。したがってこの婚姻は宗教改革後のイングランドを国際的に孤立させないための戦略的結婚であった。外交交渉の過程でアンの要望や性格に関する情報は断片的な報告に基づいていた。ホルバインが描いた肖像画によりヘンリーは婚姻に同意したとされるが、これは肖像外交の典型例である。1539年末、アンがイングランドに到着すると、王は即座に不満を示し、肖像と異なるとして結婚の解消を望んだ。だが、表面上の個人的嫌悪の背後には、急速に変化した国際情勢があった。フランスとスペインが一時的には介し、イングランドがドイツ勢力と結ぶ必要性は薄れていた。つまり、婚姻の解消は感情的判断というより、外交戦略の修正であった。アンは政治的には沈黙を守り、婚姻の無効を受け入れた。この対応が彼女を得意な立場に置いた。1539年7月、議会は婚姻の無効を正式に承認し、彼女には王の妹という新たな称号が与えられた。ヘンリーは彼女に豊富な年金と邸宅を貸しし、ロンドン近郊のハンプトンコートやヒーバー城での居住を許可した。アンはその後も宮廷の儀式に招かれ、王室行事に出席し続けた。離縁されたにもかかわらず、彼女が政治的迫害を受けなかったのは、彼女の非派閥的中立の立場が重視されたためである。宗教対立が激化する中で、アンは改革派旧教派いずれにも属さない干渉存在となった。外交的観点から見ると、アンの婚姻は短期間で終わった失敗であったが、イングランド外交の柔軟性を示す契機でもあった。ヘンリーが離縁を通じてドイツ諸侯と敵対しなかったのは、アン自身が冷静に政治的対応を受け入れたためである。彼女の態度は、婚姻を外交手段として用いながらも、関係破綻を対立に転化させないという新しい外交技術を体現していた。この対応は、後のエリザベス1世紀の結婚交渉外交の前例となり、イングランドが武力よりも調整を重視する国家として振る舞う基盤を築いたと見られている。また、アンは宗教的には穏健な信仰を保ち、改革派寄りでありながらも急進的議論を避けた。彼女は英語訳聖書の読書を好んだが、宗教論争に参加することはなかった。王の死後、エドワード6世の治世でも穏やかな生活を送り、メアリー1世のカトリック復帰期にも弾圧を受けなかった。これは、彼女が一貫して政治的中立を保ち、宗教的信条を公に表明しなかったためである。16世紀のヨーロッパにおいて、宗派構想の嵐の中でこうした立場を維持することは稀であり、彼女の沈黙は政治的知恵の一形態と言える。アンの存在は、ヘンリー8世の宮廷における女性の政治的役割の新しい形を示した。彼女は権力を求めず、派閥にも加担せず、外交的緊張を緩和することで政治的安定に寄与した。
王妃という地位を失ってなお宮廷の信頼できる他者として残されたことは、彼女が制度的秩序の中で一定の役割を果たしていたことを示している。彼女は失敗した王妃ではなく、中立を制度化した王妃として再評価されるべき存在である。アン・オブ・クレーブスの婚姻は、外見や感情を理由にした個人的事件として語られてきたが、実際にはイングランド外交が宗教と政治の狭間で模索した中間戦略の結果であった。彼女の穏健で非対立的な態度は、暴力と断絶が支配する時代における非行動の政治性を示すものだった。短い在位期間にもかかわらず、彼女は国家の均衡を支える装置として機能し、その沈黙のうちにイングランド外交の成熟を象徴したのである。第5章、キャサリン・ハワード、旧貴族の復権と道徳統治の崩壊。キャサリン・ハワードは、ヘンリー8世の王妃の中でも最も若く、また最も急速に栄華と破滅を経験した人物である。彼女は王の5番目の妻として1540年に迎えられたが、そのわずか2年後に不貞と反逆の罪で処刑された。通説では軽率な若年王妃の悲劇として語られてきたが、政治史的に見ると、彼女の登場と失脚は単なる個人の過失ではなく、旧貴族層による権力再奪取と、それに対する官僚体制の防衛という国家的力学の一環であった。キャサリンの存在は、宮廷政治における家紋、道徳、法の三者が交錯する臨界点を示している。キャサリンは、名門ハワード家の一族であり、ノーフォーク公トマス・ハワードの姪にあたる。ハワード家は中世以来の名門で、宗教改革によって権威を失いつつあったカトリック貴族勢力の中心に位置していた。アン・オブ・クレーブスとの婚姻が外交的に失敗した直後、ヘンリーがキャサリンに傾倒した背景には、ハワード家を通じて保守派貴族との和解を図る意図があったと見られている。若く従順な王妃の登場は、王の老齢と改革の停滞に疲弊した宮廷にとって、一時的な活気と保守的安定をもたらした。だが同時に、彼女の登場は宮廷内部の権力均衡を再び危険な方向へ動かした。ハワード家はキャサリンを通じて王の信任を回復し、政治的影響力を急速に拡大させた。ノーフォーク公を中心とする旧貴族勢力は、改革派官僚トマス・クロムウェルの失脚後に勢いを取り戻し、王政運営の主導権を再び掌握しようとした。キャサリン自身は政治的発言を控えていたが、彼女の背後にはハワード家の再興を目論む明確な構想があったとされる。宮廷人事の再編においても、彼女の推挙によって旧派の帝臣が要職に就いた例が複数確認されている。これに対し、官僚層は彼女を王を操る貴族の傀儡として警戒し、監視を強化した。1541年末、キャサリンに対する過去の不貞の噂が浮上する。報告を受けた枢密院は即座に調査を開始し、彼女の次女たちの証言をもとに、婚前の関係及び今後の疑惑を追及した。記録によれば、王が彼女に不信を抱く以前に、枢密院はすでに王妃を排除する方針を固めていた形跡がある。つまり、キャサリンの失脚は道徳的制裁というより、政治的防衛であった。改革派官僚にとって、彼女を通じて旧貴族が王政を支配することは、宗教改革体制の根幹を揺るがす脅威だった。したがって、不貞の罪状は制度的均衡を回復するための法的形式であった。裁判は迅速に進められ、彼女は自白を拒んだが、周囲の証言によって有罪とされた。処刑は1542年2月。わずかに11歳前後であった。ヘンリーは事件後、宮廷の道徳規範を厳格化し、次女や帝臣に対する監視制度を強化した。この制度化された宮廷倫理は、キャサリンの事件がもたらした最大の制度的影響である。王妃の行動が国家秩序を揺るがす危険性を露呈させたことにより、女性の徳と服従が法的に統制される対象となった。彼女の死は単なるスキャンダルの結末ではなく、統治体制の道徳的再編を引き起こした。キャサリン・ハワードの悲劇性は、個人の軽率さよりもむしろ、制度の変化の中で、彼女が旧秩序の代理人として機能してしまったことにあった。彼女は自ら政治を動かしたわけではないが、その存在が貴族勢力の再興と宗教改革の後退を象徴した。結果として、
彼女は国家体制の維持のために犠牲とされた。処刑の翌年、ハワード家は政治的影響力を失い、王権は再び中央集権化の方向へ進む。つまりキャサリンの死は王権と貴族との長い抗争の終止符であり、封建的権力構造の最終的解体を意味した。歴史的に見るとキャサリン・ハワードは道徳政治の終焉を告げる存在である。彼女の処刑以降、ヘンリー8世の宮廷では道徳よりも忠誠が支配の原理となった。旧貴族の徳と家柄ではなく、法と行政が正当性の基盤となる。彼女の短い生涯は封建的倫理が近代的統治原理に置き換わる瞬間を映し出していた。王の寵愛から処刑台までのわずか2年の間に、彼女の身の上には時代の転換が凝縮されていたのである。第6章、キャサリン・パー、知識と信仰による統治。キャサリン・パーはヘンリー8世の最後の王妃として知られるが、その役割は単なる晩年の伴侶にとどまらなかった。彼女は宗教的知性と政治的調整力を合わせ持ち、国家の思想的安定を導いた稀有な女性である。王の病と老齢が進む中、彼女は実質的に政務を担い、改革派と保守派の間で危うい均衡を保った。その活動は、女性が国家の知的宗教的政策に直接関与した初の事例として、近代的政治文化の黎明を示している。キャサリン・パーは北部貴族トマス・パーの娘として生まれ、学識豊かな家庭で教育を受けた。ラテン語、フランス語、神学、古典文学に通じており、当時のイングランド女性としては極めて高度な知的素養を備えていた。2度の結婚を経て未亡人となった後、1543年にヘンリー8世と結婚する。この時、彼女は31歳、王は52歳であった。彼女の婚姻は政治的連携というよりも、精神的安定と王政の秩序回復を目的としたものであったと見られている。だが彼女はすぐに、単なる看護的存在を超えた政策的役割を果たし始める。キャサリンは宗教的に信教寄りであったが、急進的ではなかった。彼女は個人の信仰と王権の権威を調和させる思想を持ち、著書プレイヤーズ・オア・メディテーションズでは、聖書の個人読解を推奨しながらも、国家秩序を乱さぬ範囲での信仰改革を唱えている。この著書は女性による初の英語宗教書として出版され、王の承認を得て広く流布した。彼女は書物を通じて宗教改革を穏健に推進し、学問と信仰の融合という新しい統治理念を提示したのである。これは後に知識による統治というエリザベス朝的価値観の前句となった。1544年にはヘンリーがフランス遠征に出る間、キャサリンが摂政に任じられた。彼女は勅令書に署名し、枢密院議事を監督し、国内の治安と財務を管理した。この摂政経験は、女性が正式に国家行政を執行した最初の事例である。彼女は戦争中の国内安定を維持し、法令遵守を徹底させた。枢密院記録には、彼女が議会に宛てて王の帰還に備え、民心を統一せよと述べた指示書が残っており、そこには明確な統治者意識が見られる。王の代理でありながら、彼女は一時的に国家の意思決定者であった。しかし、その宗教的立場は常に危ういものだった。改革派に理解を示す彼女の姿勢は、保守派の警戒を招いた。1546年には、彼女を異端の権利で追及する動きがあったことが記録されている。逮捕命令が発せられたが、彼女は王の信頼を巧みに回復させ、直前で命を救われたとされる。彼女は教義をめぐる論争よりも、信仰の内面化と社会秩序の安定を重視していたため、急進派保守派双方から一線を引きつつ中庸を貫いた。この柔軟な姿勢が、ヘンリー晩年の宗教的混乱を抑制し、制度的安定を保つ要因となった。また、キャサリン・パーは教育改革にも深く関与した。彼女は王子エドワードと王女エリザベスの教育監督者として、ラテン語、倫理、神学、修辞学を中心とする人文主義教育を導入した。これにより、王子王女は信仰と理性を両立させる教養を身につけた。エリザベス一世の統治理念に見られる地による支配、信仰の理性化は、この時期の教育の影響を強く受けている。キャサリンは政治権力の行使者であると同時に、
想の継承者としての母性的役割を果たしたのである。ヘンリーの死後、彼女は再婚し、王女エリザベスを自宅に引き取って教育を続けた。だが1548年、出産の合併症により36歳で死去する。その死は王政の移行期と重なり、彼女が築いた知的宗教的中庸の秩序はやがて揺らぐことになる。それでも、彼女の統治理念は後代に受け継がれた。信仰を法で抑えるのではなく、理性で整える。この考え方は、暴力的宗教改革を経たイングランドが安定域に入るための思想的基盤となった。キャサリン・パーは、ヘンリー8世の王妃の中で最も地によって政治を支えた人物である。彼女の存在は、宗教改革という制度的動乱の中で、理性と信仰を調和させる最後の努力を象徴していた。彼女が築いた中庸と教育の理念は、やがてエリザベス時代に穏健な統治として結実する。故に彼女は、王の晩年を支えた伴侶であると同時に、時代を導く思想の佳境者でもあった。今回の動画は以上となります。ヘンリー8世の6人の王妃は、いずれも王の感情に翻弄された悲劇の人物として語られてきた。しかし資料に基づいて再検証すると、彼女たちはいずれも独自の政治的機能を果たしていたことが明らかになる。キャサリン・オブ・アラゴンは信仰と外交の均衡を維持し、アン・ブーリンは宗教改革を理念として具現化し、ジェーン・シーモアは制度を安定化させた。アン・オブ・クレーブスは中立外交の枠組みを示し、キャサリン・ハワードは旧貴族体制の最後を移し、キャサリン・パーは知と信仰の融合を通じて統治の新しい形を示した。それぞれが王権、宗教、外交、社会の変化において不可欠な役割を担っていたのである。この6人を王の妻ではなく政治的装置として捉えると、婚姻とは王の私生活ではなく、国家の制度そのものを再編する手段であったことが見えてくる。彼女たちは愛と権力の境界で行動し、国家秩序の変動を自らの身体と立場で引き受けた存在であった。彼女たちの軌跡をたどることは、近代イングランドがどのように形成されたかを読み解く行為そのものである。最後までご視聴いただきありがとうございます。本シリーズの継続とさらなる歴史分析の進化のため、チャンネル登録および高評価をいただければ光栄です。それではまた次の話でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。ご視聴ありがとうございました。